僕、人と揉めるのをあまり気にしてないんですけど、いつか誤解が解けると思ってるからなんですよね。いずれなんか仲直りできるでしょうって思ってるので、堀江さんと揉めてるとなったとしても、あんま気にしないんですよ。堀江門は楽天の三木谷となぜ仲が悪いの？まあ、表向きも仲悪いっていうのは多分言ってないと思うんですよね。なので、想像で言いますけど、割と堀江さんがやったビジネスモデルの真似のようなことを三木谷さんがやって、結構うまくいっているというのもあったりするので、その革命家的な、なんかこう道を切り開くんだっていう堀江さんから見ると、なんか真似ばっかりやって美味しいポジション取りやがってとかっていうので、例えばその野球チームを買おうとしてて、堀江さんは買えなかったんですけど、楽天に三木谷さんは野球チームゲットみたいな。で、サッカーチームもゲットみたいな。で、IT 系でブイブイ言わせてたんですけど、いまだに三木谷さんは、新経団連みたいなことでうまくやってるけど、堀江さんはもう、一応株式市場から追い出されちゃいましたみたいなのもあったりするので、なので、あんまり心地よく思っていないというのがあるんじゃないかなという想像をもとに喋ってみました。人の評価や言葉、どうでもいいことで永遠と悩んでしまう傾向があり、仕事に集中できないので弊害があり、具体的には店員さんにお釣りを渡された時にありがとうと言えなかったので3日以上悩むなど、改善策があればご教授を願います。今すぐ戻ってありがとうって言ってください。なんか、後悔するものがあったら、それは戻って言えばいいと思うんですよ。僕、人と揉めるのをあまり気にしてないんですけど、いつか誤解が解けると思ってるからなんですよね。なので、なんか、この人は誤解してるだろうなと思ってて、で、なんか揉めたとしても、まあ、説明する機会あるっしょって思ってるので、まだあんまり気にならないんですよ。なので、突然、堀江さん死んだらびっくりするんですけど、なんか、いずれ、なんか、仲直りできるでしょうと思ってるので、別に、なんか、堀江さんと揉めてるとなったとしても、あんま気にしないんですよ。っていう感じで、だから、なんか、じゃあ、ありがとうって言わなかったって悩むんだったら、ありがとうって今すぐ言いに行けばいいと思うんですよね。すみません、3日前にこれありがとうって言い忘れたんで言いに来ました。以上ですっていうので、変わった人だなと思われると思うんですけど、ただそれで別に相手は悪い印象を持たないと思うんですよね。なんか、それで付き合ってくださいとか言うと、気持ち悪いストーカー来たなってなると思うんですけど、別にそう付き合ってくださいとかじゃなくて、単に感謝の気持ちを言いたかっただけであれば、別にありがとうございますって言って、その連絡先を教えてくださいとか一切言わなきゃいいので、なので、これをやった方がいいよねっていう後悔をするぐらいだったら、僕はその行動をするべきだと思ってるので、なので、足踏まれた時に、足踏まれてムカついたっていう愚痴を言うぐらいだったら、その場で怒鳴るっていうのをやる方がいいと思ってるので、なんで割と僕、怒鳴るんですよね。道端とかで。最近はあんまないんですけど、ぶつかった時に、行ってとか言うんですよ。で、それは、なんか、相手が悪くてぶつかったにもかかわらず、相手が舌打ちをしていたという状況で、これを我慢して思い返したら、僕の時間も損じゃないですか。そのどうでもいいことを思い返すとか、なんか感情がマイナスになるとか。なので、その場で切れる。で、逆にその場で切れなかったっていう時は、それはその場で切れなくてもいいと、その時の僕は判断したのである。だから、切れないのが正解である。っていうふうに考えると、別になんかあの時に切れとけばよかったとかっていうのも別にならないんですよ。なので、最近は割とその時のひろゆきは正しかった論が結構強いので、なので基本あんまり切れないんですよ。だから最近で、これ切れてるなと思ったのが、ニュースピックスの、茂木さんと佐藤ママの、チャット GPT を、禁止するかどうかっていう話なんですけど、時間が限られている中で、そのチャット GPT を禁止するべきだと言ってる佐藤さんの論というのに、佐藤さんの教育論みたいな話を茂木さんがしようとしてたんですよね。で、それで時間が取られてしまうと、チャット GPT を禁止すると言っている人が、それなりに根拠があって言ってるんだろうなというふうに、見てる人が誤解をしてしまう可能性があったんですよ。で、その教育論を茂木さんがすごいやりたそうだったので、僕、あえて、じゃあ喋りません。15分間喋らないので、教育論を勝手に進めてくださいっていう、すごい冷たい言い方をしたんですよ。で、そうすると、茂木さんがある程度喋って、じゃあチャット GPT のことを話そうよってなるので、そうなると、チャット GPT の話をせざるを得ないっていう状況になるんですよ。で、じゃあそのチャット GPT の具体的なそのなんかデメリットってあるんですかっていうのを聞き出してないですよね。
で、じゃあそのデメリットがない状態でタブレットを使うなとか、チャット GPT を使うなっていうのは、その金持ちで有利な状況にある人が言えることであって、その環境が恵まれてない人であれば、そのコンピューターだったり、ソフトウェアだったりっていうのをうまく使うことで、じゃあその人の人生っていうのが豊かになりますよっていう方向に持ってくっていうのを、ちゃんと伝える時間にするべきだと思ったんですよ。結局その、家庭教師雇えますとか、そのいい塾にいられますとかっていう都内でお金のある人であれば、別に教育なんかどうやって好きにやったっていいと思うんですよ。片親ですとか、塾に行く時間もお金もありませんみたいな子が、学校から渡されたタブレットで、じゃあ自分なりに一生懸命勉強して、外国語とかを勉強して、でチャット GPT とかを使いこなして、それなりに外国語の勉強はしやすくなりますよっていうのは一応その回で説明したんですけど、もう一回説明すると、L と R の発音って日本人のほとんどの人は発音の区分けができないし、聞き分けができません。で、それは日本語に L と R の音の聞き分けというのがないので、脳がそこの聞き分けをしないままになってしまうんですよ。なので、フランス語の場合は、その H が最初に入るヘローキティとエローキティが同じ音に聞こえてしまいます。それは最初のフっていう音が音として認識できない人がいるからですと。っていうので、なので、その子供のうちに L と R の音というのをちゃんと聞いて、で、自分で発音して、これは L で聞かれますよ。これは R として欧米の人は認識しますよっていうのを機械を使えばできるんですよ。その音をちゃんと認識して、この音波だったら L だよね。これは音波だったら R だよね。で、外人の知り合いがいればそれできるんですけど、地方でお金がない人だったらそんな知り合いいないじゃないですか。でも家の中で L と R を言い続けて、L はこうやって音を出すんだ。R はこういう音なんだって分かることで、その子はその L と R の発音もできるし、聞き分けれるようになるんですよ。で別にこれ英語に限らず、じゃあ音楽でもいいんですけど、別に中国語の子音でもいいんですけど、まあ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 みたいな、なんか4つ中国語って音があるんですけど、で、それも日本人だとよくわかんないですよ。僕今適当に言いましたけど、中国語全校なんですけどね。でも中国人だと、その音韻もだいぶこうちゃんと違いがあって、で、それが、じゃあ10歳ぐらいの子がその姿勢をちゃんとこう発音して、で、ここの姿勢のこの上げ方は実はこっちだよとか、これだと3音に取られるよとかっていうのも練習することによって綺麗に発音できるようになったりする可能性があるんですよ。っていうのが、じゃあ、その金のないやつでもできるかどうかっていうのがすごい大事なんですよ。で、僕、教育っていうのは、基本的に金のないやつのためのものだと思ってるんですよね。昔からその貴族とかお金のある人たちっていうのは、家庭教師とかつけて勝手にやるので、なので、公教育っていうのは、金のないやつの底上げをいかにするかっていうのが、その意味だった、その存在意義だと思ってるので、なので、その学校ではそのタブレットだったり、チャット GPT だったりとっていうのの使い方を教えて、勉強したい子はちゃんとできるようにするっていう方がいいんじゃないかなっていうのを言えたんですよ。で、そのためには、どうでもいい時間をはしょる必要があったんですよ。なので、そのどうでもいい時間をはしょるっていうのと、佐藤ママが、動画フルの方、ニュースピックスに上がってるんで見てもらえばいいと思うんですけど、話が長いんですよね。で、同じ話を3回ぐらいしてるんですよ。なので、同じ話してますよっていうので、すごい冷たい言い方をしたんですよ。で、そうすると、長い話をしたり、同じ話をすると、自分がバカだと思われるっていうのがあって、その佐藤さん、話が短くなるし、同じ話をしなくなるんですよ。っていう、そのコントロールをした上で、とりあえず佐藤さん側からチャット GPT を禁止する理由っていうのが出てきませんよねっていうのを確定して、で、その後に、じゃあ、チャット GPT だったりタブレットっていうのを子供が使った方がいい理由っていうのを説明して、っていうのを時間内に収めて、あと、ちょっと険悪な感じの方が、ページビュー回るっていうのもあって、結果として、僕としてはいい仕事をしたという認識になったっていう。切れ毛っちゃ切れ毛かもしれないね。はい。普通の人はあんまりやらないんですけど、その日経テレ東だったり、アベマプライムとかで僕やるんですけど、その、相手の人の人格を出すために、普通の対応をしないことで、そのパターンから外れた行動をさせるっていうのを僕割とやるのが面白いと思うことがあるんですよ。すごく知識のある人で、この人から話を聞き出すと面白いなっていうのであれば、普通に質問して知識を聞き出して終わりで全然いいと思うんですけど、そうじゃないパターンの時に、要は、普通の質問の仕方しかしてこない人の相手をしてくる人、する人って、パターンで返してくるんですよ。なので、パターン以外のボールを投げたときに、そのパターンで返せないときに、どういう返し方をするかっていうので、割とその人の人格が出てくるんですよね。
っていうのがあって、この人どういう人格でやってるのかなとか、ちゃんとその、確固たる考えがあって言ってるのか、単にパターンでボール返してるだけなのかなっていうのが、割とそれで分かったりするっていうのがあって、まあ、分かりやすい例でいくと、食料自給率は上げた方がいいと思いますっていう人って結構世の中に多いんですよ。でも、その食料自給率のじゃあ好きなんですかとか、それカロリーベースの話ですか、金額ベースの話ですかとかっていうのを、こうボールを投げると、割と返せない人っているんですよ。で、それって何も考えてない人なんですよね。っていう感じで、普通の人が返さないボールを返すことで、その相手の知識レベルとか考えのレベルとか人格がわかるっていうのをたまにやったりするんですけど、で、それをやる人が僕が知る限り、田原総一郎さんなんですよね。なので、田原総一郎さんってやっぱりもごもご言ってて何言ってるかわかんねえみたいなこと言われるんですけど、でもやっぱあの人、その司会者として切れたりして、その出てる演者の、本来持ってない顔を出したりするんですよ。田原総一郎さんね。すいません。よく発音間違えるんですけど、すいません。なので、演者を怒らせるとか、その司会側が切れることで演者の別の顔を出すっていうのは、エンターテインメントとして重要なんですよ。で、なんでエンターテインメントとして重要かっていうと、議論なんか人は興味ないから見ないんですよ。で、じゃあ、政治家の、なんか政治家が自分で演説してるような、チャンネルとか動画とか、自民党の広報部がやってる動画とかあるんですけど、再生数めっちゃ低いんですよ。でいいこと言ってても、人が見なかったら意味ないんですよね。なので、いいことを言ってるっていう議論があるのであれば、それはより面白くすることによって、多くの人が目にするようにした方が、より価値があると思うんですよ。最近で言うと、アベマプライムで面白いなと思ったのが、ツイッターで上げたんですけど、あの、えっと、構造計算をやっていて、国の委員会とかに入ってる、大学の名誉教授の人が、どういう家が良くないかっていうのを、すごいこう、理論的に説明する人で、その耐震基準っていうのが法律上あるんだけど、それは日本中すべて同じ基準になってるんだけど、安全かどうかって、地盤がゆるゆるのところもあれば、地盤がめっちゃ硬いところもあるんですよ。なので、地盤が硬いところだったら、その耐震基準で OK かもしれないけど、地盤がゆるゆるだったら、それは揺れ方も全然違うから、本当に安全なのか分かんなくねみたいなことを割と、理論的に言う人なんですよね。で、じゃあ、駅地下どうなのみたいなので、もともと駅というのは人が集まって、用地が作れるところなので、人が住んでないところなので、谷だったり盆地だったりっていうところに駅は作られがちなので、地盤が緩いよねみたいな話をしてて、渋谷ってもともと渋い谷って書いて谷なんですよ。なんであそこってね、雨がすごい入りやすい構造なんですよ。なので、その結果として、その駅が作れるぐらい土地が余ってたんですよね。っていうのがあって、割と谷になってるところに駅が作られたり、その線路が作られたりって多いので、なのでその駅地下っていうのは実はその地震には弱い建物が多いよね、みたいなのを、割と理論的に言ってくれる先生なんですよね。なんで、ああいう先生だと、話聞いてるだけで超面白いみたいな。なので、東京都内で行くと、昔から神社があるようなところとか、丘になってるところとかの方が、実はそれなりに地盤が硬かったりするので、なので、そういうところで買った方が、地震があった時にはいいんじゃないかなっていうので、で、じゃあ、耐震基準っていうのをどうするかっていうので、家全体を耐震基準で作る必要なくて、お金がないんだったら、別に寝室だけめちゃめちゃ丈夫にすればいいんじゃねっていうことを言ってて、要するに起きてる時に地震があったら、やばいところからは移動すればいいですよ。でも、寝てる時に地震が起きたら、すぐには起きて移動できないので、なので、寝室だけめちゃめちゃ頑丈に作るけど、他の部屋はぶっ壊れるっていう構造にしたとしても、別に死にはしないよね。なので、お金がなくて、なんか、じゃあ、全体の耐震設計できないんであれば、寝室だけを丈夫にするとか、であと、高齢者の方とかで、一軒家で住んでる人で、もう、1階の方でもう生活してて、2階なんてほとんど上がんないよねって人であれば、もう2階潰しちゃって、上を軽くした場合に地震があったとしても家が潰れる可能性が少ないので、なのでもう2階をなくしちゃって平屋にしちゃうとかっていう、その建築ってやり方もあるよね、みたいな、そういうなんか要は理論的にはこうやった方がいいよね、みたいなのを割とこう言ってる先生で、ユーモアもあって、先生どういった家に住んでるんですかみたいな質問に対して、私の家はめちゃくちゃ強いですって言ってて、説得力あるみたいな、ちょっと面白いんで、興味がある人はその動画見てみてください。で、まあ結局人が多いところは土地も高くなって、で、地盤も緩いところに
家を建てなきゃいけなくなってしまうので、なので、本当に仕事で仕方なく東京に住むんだったら、東京ではしょうがないと思うんですけど、ただ、東京に住まなくていいんだったら、東京に住まない方がいいんじゃないかなというのを、遠回しにその先生も言っていて、まさにそうだなと。で、湾岸って、埋め立て地じゃないですか。で、昔建てられた湾岸のタワマンは、湾岸の中でも地盤が硬い部分に作ってるんですけど、最近作られた、豊洲周りとかの湾岸のアパートは、もう、後から作られてるので、地盤ゆるゆるなところにタワマンを作ってる可能性が高いんですよね。もちろん調べてない、調べてる場合もあると思うんですけど、で、採算度外視してるその建物であれば、その地面の共振と建物の共振の周波数がずれるように作ってるんですけど、そこの周波数のずれとか考えないで、とりあえず建てちゃえっていうところだと、地震があるとめちゃくちゃ揺れるっていうのがあるんですよ、みたいなので、へえ、そうなんだと思ってたら、ちょうどね、昨日かなんかにね、確か昨日書いたんだと思うんですけど、たまたま僕が昨日見たんですけど、某インフルエンサーの、田畑慎太郎さんが自分の住んでる湾岸の、そのタワマンのマンションの売りますっていうのを書いてて、そういうのを買って、今、売り逃げしようとしてるのねっていう。なんで、タワマン、売り逃げする人は全然いいと思うんですよ。一生住む気のない人はね。なんか、ショッピングモール直結だから便利だよみたいな話だったんですけど、だから結局、売り逃げ物件であって、一生住むような物件じゃないよねっていう気がするので、なので、タワマン買いたい人は買えばいいと思うんですけど、ババ抜きになると思うので、気をつけてくださいっていう。今ならまだ、売り逃げ全然できるんじゃないですかね。で、まったり不動産っていう番組を、AKB の番組で一緒にやってた大森さんと僕が MC でやってるんですけど、で、割と古めのアパートが結構出てくるんですよ。地区めちゃめちゃ行ってるんですけど、でただ、実はそのコンクリートで地区めちゃめちゃ行ってるというのが、本当に価値がないのかっていうと、どうなんだろうっていう話をしてるんですよね。木造建築で1000年以上残ってるやつっていうのが京都とかにあるじゃないですか。なので木造すごいよねってなんですけど、で、コンクリートっていうのが新しいものなので、大体日本で最古のものでも60年、70年ぐらいしかないので、実際何年残るかわからんって言われてるんですけど、ローマの建物ってコンクリート作りなんですけど、1000年以上持ってるんですよね。で、そのローマのコンクリートっていうのが、ね、火星ソーダと、なんかレモンだ、なんだっけな。なんかね、普通入れないよねっていうものと、石灰をわざと混ぜてるんですよ。で、科学者のこうやって作れって言われた材料通り、現場の労働者は、コンクリートの配合とか全然わかんないから、言われるがままに、その配合でコンクリートを作って、で、もちろん鉄筋とかないですよ。ローマ時代なんで。で、コンクリート建てるんですけど、なぜか未だに残ってるんですよ。で、ひび割れしないんですよ。で、あれこれなんでひび割れしないのそもそもおかしくねっていうので、要は日に当たります。で、雨にも当たります。で、なので、どう考えてもだんだんひびが入って壊れるはずじゃん。もう1000年経ってるし。でも、なんで壊れないんだろうっていうので、最近調べたら、自動修復機能がついてるんですよ。ローマ時代のコンクリートに。だからコンクリートの内部に水が入ると石灰が熱を出すことによって溶け出して周りのコンクリートが一回ひびが入った離れたものが水と熱で溶けてくっつくんですよ。なのでそのひびが入ったところに雨が降って水が入るとそのひびがくっつくという構造がそもそも配合の中に含まれているんですよ。っていうのがあって、1000年以上残ってるんだっていうのが、最近ようやく分かったみたいなのがあって、もともとなんで残ってたんだろうって、で、普通こんな火星ソーダとか入れなくねとかっていうので、なんでこれ入れてんだろうっていうのが、きちんとした材料が手に入らないんだろうとか、なんか現場にあったものを適当に混ぜたからこうなっちゃったんだろうっていうので、あんま深く考えてなかったんですよ。で、最近なんかいろんななんか、イタリアの大学の先生とか調べたら、これ意味あるんじゃね実際と思って、そもそも論、1000年コンクリート残ってんのおかしくねっていうので、調べてみたら、実はそのコンクリートは自動修復機能があったっていうのがあって、昔の人の方が賢いよねっていうものがたまにあるんですよね。
あの、インドで錆びてない鉄の棒っていうのがあるんですけど、なんかオーパーツっていうので、割とくくられるんですけど、インドの、なんか地面に鉄の棒がドーンって立ってて、で、なんかもう数百年かな。で、鉄って、錆びるはずなんですよ。でも、その鉄の棒って錆びないんですよ。いくら雨がかかっても。で、何なのっていうのを調べると、合金なんですよ。いや、鉄にいろんなものが混ざってるから、結果として錆びないんだけど、配合がよくわかんないんですよ。で、要は表面に出ている鉄の部分は、乾燥するけど、でも、土に刺さってる部分は、ずっと土で水分とか湿気があるから、やっぱりそこら辺から、錆びたりとか、折れたりってしがちなんですよ。